さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、レーザーの衝突エフェクトについてです。前回の配信で使用した反射レーザーを見てみると、割と太いレーザーなので、単純に反射するだけでなく、衝突のエフェクトがあっても良いかなと思いました。ということで、今回はシェーダーグラフを使用して、レーザー用の衝突エフェクトを作成してみます。今回のサンプルでは、ポーラーコーディネイツとノイズノードを使用して放射状の線を作成しました。スケールの値を変更すると線の本数や太さが変化します。フロートプロパティを作成してエフェクトの大きさを設定できるようにしました。エフェクトサイズを1から0に変化させると、エフェクトが小さくなって0で非表示になります。シンプルノイズノードを使用してエフェクトに揺らぎを追加しました。ベクター2ノードでスクロールの方向を設定しています。今回のサンプルでは縦にスクロールするノイズを適用します。スムーズステップノードで放射状の線などのコントラストを調整しています。放射状の線と円を組み合わせることで衝突のエフェクトを作成する感じですね。衝突エフェクトの色を設定するノードです。今回のサンプルではレーザーの色と同様に外側は明るい紫、内側のベースは白色にしました。衝突エフェクトの中心に短い放射状の線を追加しました。ラープノードを使用して追加した線の色を淡い水色にしています。サチュレートノードで入力値を0から1の範囲に収めて最終的な結果をフラグメントに渡します。今回の場合だとメインテクスチャーは使用していないのですが、未設定だと警告が発生するので一応配置しています。シェーダーグラフのブレンドモードについてはアルファだとエフェクトがきれいに表示されなかったのでプリマルチくらいに変更しました。アルファ値を事前に乗算しておく方式ですね。シェーダーグラフの編集が完了したらセーブアセットで保存します。とりあえずはレーザーの衝突エフェクトが完成したのでエディター上で動作を確認してみます。衝突エフェクトがあるバージョンも良いですね。
ブロックより奥にエフェクトが描画されるようにしたので、最終的にはエフェクトの上半分または下半分が表示される感じです。反射レーザーが細くなって消える演出に合わせてエフェクトサイズの値を1から0に変化させています。今回の設定だと放射状の線が同じパターンで固定なので、毎回変化させたいというような場合はノイズモードのスケールを制御するプロパティを作成してランダムな値を設定することで対応できますね。ということで本日はシェーダーグラフを使用してレーザーの衝突エフェクトを作成してみました。ご視聴ありがとうございました。